また手紙を書く。ウィルメッシュのことを頼ってくれてありがとう。ちゃんと食べて寝ろよ。よし。ウィルメッシュまだ城にいるかな。あ、ウィルメッシュ。クロード君、それは黒御様への手紙？預かるよ。ありがとう。何度も悪い。力になれるのは嬉しい。黒御様とクロード君、すっかり文通友達だね。そんなんじゃねえけど、俺も黒実が手書きの返事をよこした時は驚いたよ。すごい勢いだったよ。あたいも書く。あんたそのまま待ってるんだよ。あたいの手紙をクロードに渡してもらうんだからなって。想像つく。クロード君の言った通り、書いてあること以上の何かを黒御様も受け取ったんだと思う。そっか。クロード君、黒御様の騎士になってね。え？こんなことを言う権利は誰にもないけれど、でも俺は君しかいないと思ってる。あ、いつか。いや、そんな遠くない未来に俺もなれたらと思ってる。黒実の騎士に。そう。国中の人たちが参加する盛大なお祭りなんですよ。フラガリアメモリーズ。クロードさん、ウィルメッシュさん、よかった、探してたんです。会議も終わったし、とっくに帰ったかと思ってたよ。えへへ、ルタールさんとお話ししてました。とっても素敵な国の伝統的なお祭りの話を聞いていたんだ。もしかして小麦収穫祭のことか。そうです、覚えててくれたんですね。コギミュン王国の大切な行事だと言ってたよね。小麦の収穫を祝い、大地に感謝するための。その通りです。今年の収穫祭ももうすぐでして、よかったら皆さんにも来ていただけないかなって。お邪魔にならない？国の人たちだけでお祝いしたいんじゃないかな。いいえ、収穫祭ではコギミン王国の小麦で作ったパンやお菓子をお客さんにどっさり配るんです。どこの国から来たかは関係ありません。コギミン王国の素敵なところを知ってもらう大事な機会なんです。ぜひって言いたいところなんですけど。どうした？やっぱりシーズのことが気になって。同盟のおかげでコギミン王国は大丈夫ですが、大陸のあちこちには出てます。そんな中で皆さんに自分の王国を開けてまで来ていただくわけには。まあそれは確かに。だけど俺は行けたら行きたいな。難しかったら無理はしない。そういう約束じゃダメ？すっごく嬉しいです。コギミン様も皆さんに会いたがってますから、きっと喜びます。俺もいろいろな国を見てみたいから、王国に戻った時相談してみるよ。俺も。みんな何のお話をしているの？楽しそうだね。こんなところでルタに立ち話させないでほしいんだけど、テラスに行ってお茶でも飲んだら。俺は大丈夫だよ。クラも喜びそうな話を聞いてたんだ。え、何？コギミン王国でもうすぐ開催される収穫祭のお話です。人が多そう。僕そういう場所別に好きじゃないし。収穫祭では小麦で作る食べ物がたっぷり振る舞われるんだって。パンやクッキー、もちろんパンケーキもあるよね、ミュンナ。まあルタのパンケーキより美味しいわけはないけど、余らせるのももったいないし、来いって言うなら行くよ。予定を確認しないとね。ありがとうございます。
でも皆さん本当に無理しないでください。コギメン王国でも今年は収穫祭をやめようって声があったんです。なんでやめるんだ？大変な国もある中で自分たちだけ楽しんでいいのか、みんなちょっとわからなくなっちゃったんです。ミュンナも迷いました。でもやめたくないと思いました。みんな心の中では開催したがってるのを感じたので。ずっと続いてきた1年に一度のお祭り、開催しないことも人々の心に傷を残すよね。だからやることに決めたんです。やるからにはたくさんの人に楽しんでもらわなくちゃ。シエロ、収穫祭の間、コギミュン王国の加護を強めよう。ありがとうございそれからクロード君、お、君も言ってあげてくれないかな。ミュンナを助けるために。俺で務まるか？ます。すっごく心強いです。もちろんお客様としても楽しんでくださいね。みんないっぱいご案内します。じゃあお邪魔するよ。ちゃんと仕事もする。シエロモートさんは、いらっしゃるのは難しいですよね。いつもこんなにお忙しいんですし。そうだね。残念だけど約束はできないと思う。だけど少しでも覗けたらいいな。ぜひお待ちしてます。話は終わり。じゃあ帰ろうよルタ。シエロモート君の部屋の時計は治った？僕に直せないものなんてないよ。すっごい手こずったけど、自分でなんとかできないかなと思ってあれこれやってみたのがまずかったみたいだね。助かったよ。ありがとうクラーク。お礼は美味しいコーヒー豆でよろしく。それじゃあね、行こうルタ。ミュンナ、素敵なお祭りになるようお祈りしてるよ。ありがとうございます。よし、じゃあ俺は仕事を片付けないと。せっかくミュンナの国に行くんだ。下調べもしたいしな。何でも聞いてください。シエロ、どうしたの？みんなの青空を守らなくちゃって思っていただけだよ。そう。すごいな。一面の小麦畑だ。ミュンナが小さい頃から見て育った景色です。クロードさんにも見てもらえて本当に嬉しいです。あいつらも来られたらよかったな。クラークなんて荷造りまでして来る気満々だったのに、急に執務が入っちまって。残念ですが仕方ないです。皆さんへのお土産後で選びましょうね。そうだな。ミュンナちゃん、ここにいた。子供たちが一緒に飾り付けしたいって聞かないの。後で来てくれる？もちろんです。おお、ミュンナじゃないか。最近忙しそうだな。大丈夫かい？ご飯は食べてる？えへへ、ありがとうございます。この通り元気いっぱいです。ミュンナ様、僕お芝居で麦の精霊様の役をするんだよ。見に来てね。私もお兄ちゃんと一緒に出してもらえるの。頑張ります、ミュンナ様。二人ともすごいです。必ず見に行きますから、他の皆さんにもそう伝えてくださいね。芝居もあるのか？はい、子供たちはみんな経験します。ミュンナも小さい頃出ました。何の役で？風の役です。こんな大きなうちわを両手に舞台を走り回ってさわさわって麦の役の子を揺らすんです。嵐のシーンではもっと激しくやります。こう一生懸命に演じてる姿が目に浮かぶ。この国の子は小麦と一緒に育ちます。畑のお手伝いをするようになる前から絵本やお芝居を通じて自然と小麦について学ぶんです。実際にここの土を踏んで実感したよ。この収穫祭が王国の人たちにとってどれだけの意味を持つか。どうした？今みんなが心からお祭りを楽しむには
ミュンナが頼もしい騎士である必要があります。ミュンナ。ミュンナが大丈夫って言うんだから大丈夫なんだって、そう思ってもらえるくらい強くなくちゃいけないのに、ミュンナの方がエールをもらうばかりで。ミュンナって騎士学校出てるんだよな。俺もなんだけどさ。はい、出てます。こう見えて飛び級してるんですよ。すごいな。平凡な成績だった俺とは正反対だ。すみません、そんなつもりじゃ。いいよ、事実なんだから。今考えるとなんで自分がちっとも伸びなかったのかわかる気がするんだ。なんでだと思うんですか？自分以外の何者かになろうって必死だったから。もっと自分を見つめて持ってるものを磨いてやればよかったなって今頃思ってるよ。気づくのに遅すぎることなんてないってミュンナ思います。サンキュー。まあ見つめたところでそもそも大したものを持ってない可能性も高いんだけどな。クロードさんってば。俺ミュンナのことすげえなって思ってるんだ。自分に足りないものにちゃんと向き合っていつか手に入れたいって言える。それって強いよ。ミュンナが強い？強いよ。それに結構強引だし。強引？どんなところがですか？人の背中をグイグイ押すところ感謝してるんだぜ。でもミュンナは騎士としてまだまだです。もっとみんなの心の支えになれる騎士になりたい。ミュンナならなれるよ。今そうなってないとダメなんです。大事なお祭りが開催される今。ミュンナ。ミュンナは小麦畑から生まれたんです。麦の穂が黄金色になる少し前、爽やかな風の吹く日に畑の中でミュンナを見つけたって家族に聞きました。国のほとんどが小麦畑だもんな。この国じゃそんな風に生まれる人多いんじゃないか。はい、小麦畑はみんなのふるさとです。子供たちは麦の穂のさざ波を聞いて大きくなります。小麦って踏みつけられるとより強く根を張るんです。この国の人たちはそんな風に強くて明るい人たちばかり。コギミン王国と小麦は切り離せません。小麦収穫祭は国のみんなの誇りなんです。成功させような。俺もできる限り力になる。ありがとうございます。クラ、まだ落ち込んでるの？だって行きたかったよ、収穫祭。ルタと何を食べようかあんなに考えたのに。ミュンナの話しぶりが本当に楽しそうだったものね。あ、残念だとは思ってるけど不満ではないからね。フラガリアの仕事は僕たちにしかできないもの。分かってる。それに俺も行きたかったなって思ってるよ。行ってミュンナを喜ばせてあげたかったなって。誰かの大切なものを見せてもらうのも、誰かに大切なものを見てもらえるのも嬉しいことだよね。クロードの土産話を待つしかないかな。楽しい話を聞かせてくれなかったら許さないんだから。二人は今頃何をしてるかな。美しい小麦畑を心ゆくまで味わえているといいね。ねえ、僕たちもいつか行けるよね。もちろん、必ず行こうよ。どんどんパンが焼けるわよ。向こうの屋根の下に運んでね。落とさないように。す
そろそろうどんの仕込みに入るか。手の空いてる人来てくれ。私空いてお慌ただしくなってきたな。る。お祭りは前の日から始まっているようなものですから。どうした？風が。風？いいえ、きっと気のせいです。さあ、まだまだやることはたくさんありますよ。まずはこの麦の穂の束を芝居小屋に運びます。よいしょ。ミュンナちゃん無理しないのよ。大丈夫です。ああ、危ねえって。俺が持つよ。クロードさんはそっちの束をお願いします。ここにある束を全部運ばないといけないので。え、この山全部か？小麦のお芝居ですから、どのくらい持てるか勝負しましょう。よし、負けねえぞ。みんなだってクロードさん、まだ起きてたんですね。宿ではうまく眠れませんか？いや、快適だよ。広場に出てきたのはなんか寝るのがもったいなくて。わかります。どこか空気がウキウキしてて。おいさのって怪我しちゃいましたか？何箇所かちょっと切っただけだ。小麦の藁を扱うのってコツがいるみたいだな。すみません、慣れないことをさせてしまって。みんなに手当てさせてください。助かるよ。さっき村の人が塗り薬と絆創膏をくれたんだ。お薬の前にちょっと失礼して手を握りますね。あれ、痛みが引いた。傷が消えてる。忘れちゃいましたか？みんな触った相手をちょっぴり回復させられるんです。そうだった。へえ、不思議な感覚だなこれ。治りきっていない傷には絆創膏を貼っておきますね。ここと、ここにも。なんだ？絆創膏がいっぱい貼ってあるとウィルメッシュさんの手みたいって思って。いつも紙や本を触っているせいで気づくとあちこち切れてるんだそうですよ。お前たちってそんな話もするのか？ウィルメッシュさん、以前はどこかミュンナたちに馴染まないようにしている印象でしたが、最近はちょっと違う気がします。あ、ミュンナ嬉しいんです。青の大陸のフラガリアがだんだん一つになっているみたいで。自分一人で王国を守りきれたら一番ですが、それが難しい時は力を合わせる必要があります。力を合わせるには気持ちも近づかないと。少なくとも前よりは近づいてると俺も思うよ。ですよね。そうだ、お夜食に焼きたてのパンをいただいたんです。クロードさんもどうぞ。サンキュー。ちょうど腹が減ってたところだ。うわ、すごいな。かじると香ばしい匂いがあふれて、これが小麦の香りなのか。幸せになるでしょ。コギミン王国の小麦で作ったパンは一度食べたらみんな大ファンになっちゃうんです。俺もなりそうだよ。なあミュンナ。何ですか？いや、なんでもない。そこまで言って何でもないはなしですよ。だよな、悪い。聞きたいことがあって。はい、何でも聞いてください。騎士になりたいって憧れるのと騎士になるって覚悟するのは違うだろ。お前はどんな風に覚悟を決めた？覚悟ですか？覚悟。やっぱり変な質問だったかな。無理に答えなくていいぜ。いえ、ミュンナ、もしかしたら覚悟という言葉を意識したことないかもって。コギミュン様に憧れて騎士を目指して反対になれることが決まって
嬉しくて嬉しくて、何があってもコギミュン様のために頑張ろうとは思いましたが、それは覚悟と言えるものだったかどうか。悩ませるつもりはなかったんだ。忘れてくれ。どんな思いでフラガリアになるかは人それぞれだよな。クロードさんにとってクロミ様のフラガリアになることは覚悟のいることなんですか？そっか、そうか。クロードさん？いや、ごめん。俺騎士になるの小さい頃からの夢だったんだけど。はい、聞かせてくれましたよね。ずっと鍛えてたって。その努力で得たものを今は騎士系個性の方々に伝えてあげてる。それって簡単にできることじゃないと思います。そんな大層な意識なんてない。ただ俺自身がずっと守る側に加えてほしかっただけだ。クロードさんにも憧れの誰かがいるんでしょうか？聞いていてなんとなくそう感じます。憧れ。そうだな。始まりはそうだった。今は超えたい。超えたいと思うのも憧れだと思います。簡単には超えられないからこそ超えたいと願うわけですから。ミュンナと話してると気持ちが素直になりすぎる。それってダメなことですか？ダメじゃないけど俺の心の準備ができてない。だからこの話はここで終わりにする。いつか続きを聞かせてくれますか？あ、それじゃミュンナ、もう行きます。クロードさんも明日のためにゆっくり休んでくださいね。そうするよ。おやすみ。おやすみなさい。覚悟か。人の覚悟を問える立場かって話だよな。俺に足りないのはフラガリアになる覚悟じゃない。兄貴と同じ場所に立つ覚悟だ。だからずっとどこか不安で迷いがあったんだ。ダメだな俺。まだまだだ。なんか嫌な感じの風だな。ああ、やっぱりクロード君に言ってもらってよかった。